皆様こんにちは。シスコシステムズの中村です。当シリーズでは世界で最も使われている脅威対策エンジンを搭載し、脆弱性をつく攻撃とか危険なアプリ、マルウェア、ランサムウェア、情報流出などをブロックできるシスコセキュアファイアウォールの機能や使いこなしテクニックをご紹介いたします。今回解決したい週がこちら。運用サマリーを報告したい。できれば手間をかけずに。忙しい IT 運用者の方にはあるあるの悩みではないでしょうか。現状把握や導入効果の評価は ROI の観点からも非常に重要です。そんな皆様におすすめなのがセキュアファイアウォールのリスクレポートです。日々のセキュリティ運用を定量的に可視化したレポートは素早いリスク把握や対策の強化に役立ちます。また上司やお客様への報告にも使います。グラフィカルで要点が絞られているため、第三者も状況把握や意思決定がしやすいです。そして早く簡単に作成可能です。数クリックでレポートは作成でき、自動定期生成やメール送付にも対応、レポートの編集も可能です。次にリスクレポートの種類を紹介します。レポートは攻撃リスクレポート、ネットワークリスクレポート、マルウェアリスクレポートの3種類があります。まず攻撃リスクレポートでは、脆弱性をつく攻撃など脅威の検知数とその分類、加害者や被害者の IP アドレスやアプリケーション情報、攻撃が成功しそうなのかインパクト評価結果を確認できます。次にネットワークリスクレポートでは、情報流出や業務生産性低下につながるリスクの高いアプリケーションの利用状況や、動画やオンラインストレージなどネットワーク帯域を占有するアプリケーションの利用状況、脆弱性を持つ可能性の高い古い Web ブラウザバージョンの利用状況などを確認できます。最後にマルウェアリスクレポートでは、ランサムウェアやウイルスの検知数や感染ホストとマルウェアの感染経路、仮に未知の怪しいファイルがあった場合はその詳細分析結果などを確認することができます。ではここからは実際の攻撃リスクレポートの作成例と確認例を実際のデモを通してご紹介いたします。まずリスクレポートの確認と生成方法を紹介します。オーバービューのレポーティングをクリックしますと、レポートタグから過去生成したレポートの一覧を確認できます。ディスクの容量は画面の右下、こちらですね。ディスクユーセージが不足してきましたら、古いレポートは削除しましょう。またレポートを生成するにはレポートテンプレーツをクリックしまして、こちらのところですね、3つのリスクレポートのテンプレートがございますので、今回はアタックスリスクレポートを生成してみます。ジェネレートアイコンをクリックしまして、ファイル名や収集する期間を入力します。例えば今回はアタックスリスクレポートの2023年4月を入力してみます。期間は半年間のレポートを生成します。また任意で会社名や E メールのですね、自動の送付先も入力することができます。問題ないことを確認してからジェネレートボタンをクリックします。はい、すぐ生成されましたね。こちらの HTML ボタンをクリックしますと、攻撃リスクレポートを確認することができます。では攻撃リスクレポートについて順々に見ていこうと思います。まずエグゼクティブサマリーでは、このレポートの期間が10月から4月までの半年間であること、そしてその間に約2000回の攻撃が検出されたことが分かります。
攻撃の種類としましては、情報流出やその他アクティビティ、および権限奪取の攻撃があったことがわかります。次に、アセスメントリザルトでは攻撃の影響度を簡単に確認ができます。例えば、こちらの表からは、約2000回の攻撃のうちの 99% 以上がローインパクト、つまり影響度のほぼなかった攻撃であることがわかります。一方、約 1% はハイインパクト、攻撃が成功した可能性のある攻撃であったことがわかります。また、コストトゥクオリファイオールアタックスからはですね、これらの自動検知や評価によってどれぐらいの時間とコスト削減ができたのか確認ができます。ハイインパクトアタックスからはですね、特に影響度の高かった攻撃がどんなイベントタイプでどういった内容だったのか確認ができます。この例の場合ですと、偽装された証明書を使った攻撃を検知していたことがわかります。アプリケーションアソシエイティドウィズアタックスからはどういったアプリケーションが攻撃に用いられていたか、またトップアタッカーズ&ターゲッツからは攻撃者の IP アドレスや被害者の IP アドレスも確認することができます。3つ目、レコメンデーションズからはシスコの推奨するセキュリティ対策を確認することができます。また、生成されたレポートは名前を付けた保存から HTML 形式でダウンロードとか、あとは印刷からですね、PDF に保存を選んでいただければ PDF 形式で保存もすることができます。最後に、レポートの定期生成方法についてもご紹介いたします。システムアイコンのスケジューリングをクリックしまして、Add Task からジョブタイプのレポートをクリックします。スケジュールタスクでリカーリングをチェックして、この例の場合ですと週1回レポートを生成できる設定になりました。およびレポートテンプレートからですね、任意のリスクレポートを選択してください。最後、まとめです。リスクレポートではリスクの把握や報告がとても簡単に行うことができます。リスクレポートは3種類あります。まず1つ目、攻撃リスクレポートでは脅威の検知数やそのインパクトを確認できます。ネットワークリスクレポートではリスクの高いアプリケーションの利用状況を、マルウェアリスクレポートでは感染数や経路、未知のファイルの詳細状況を確認できます。これらリスクレポートを利用し、セキュリティの運用の定量評価や改善に役立てていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。サクセスチャンネルではシスコ製品やサービスの使いこなしテクニックが満載です。息抜き動画もあります。また、チャンネル登録していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。